皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、風のマジム、原田マハです。主人公伊庭マジム、沖縄の子です。マジムってのは沖縄の言葉でちゃんと意味があるんですけど、言っちゃうとちょっと鍵になってる言葉なんで、言っちゃうともったいないんで、どういう意味かはちょっと黙ってますけども、沖縄の子で沖縄育ちで、高校出て東京の大学に行くんですけれども、もう大学卒業して東京で、職探すんですけど、一応はでももう帰ってきちゃうんですね。多分そんなに一生懸命やらなかったんじゃないかな、就職活動で。いろいろ落っこちて、結果琉球アイコンという通信系の会社に、派遣社員として働くようになります。社員さんからはなんだろうな、派遣だっていうことでちょっと下に見られてっていう感じで、でもマジンの中では、私の人生ってこんな感じなのかなっていう気持ちでいました。でそこの状態でいた時に社内で、連絡網というかファックスかなんか来て、社内での新規事業を募集しますというお知らせが回ってきます。で1位、それのコンテストみたいなのやると。で1位になったら、その事業化を会社がもうお金出して手伝うと。誰でも応募できます。でこれはつまり派遣社員もいけますみたいな話になった。ああそうか、そういうのがあるのか。なんとなくぐっとなんか近づいてくるものがあるんだけども、もともと自分でなんか事業を起こしてどうこうとかっていうのがあったわけじゃない。ですから、ああそうかみたいな感じでいたんですけども、ある時、沖縄の子ですからよく酒飲むんですわ、家族と一緒に。でそこでラム酒を飲むんです。ラム酒を飲んで、ラム酒っていうのはサトウキビで作ります。で作り方は知らないですよ。サトウキビで作るんだみたいなことやの、そうなんだっていうぐらいで作り方がわからん。でもこれ沖縄でできたらいいな。この時マジモが飲んだのは外国産ですけども、沖縄でできたらいいなと思って、それでちょっとやってみようかなっていう感じになった。で美味しい、好きですよ。好きだっていう気持ちって、そこに何らかの理想が絡んできます。こうだったらいいなっていうのは絡んでる。もともとマジモの実家っていうのは豆腐屋さんです。お父さん早くに亡くして、お母さんとおばあちゃんとマジモの3人でやっとったんですよ。で東京行って、で通信系の会社で派遣で働き出して、お母さんとおばあちゃんでやってるんです今は。でいずれは豆腐屋継いでもいいかなみたいな感じだったんですけども、でもなんとなくぐずぐずと自分の現状に対する不満はあった。不安というよりは不満ですよ。やりたいこと、豆腐屋、おばあちゃんもお母さんも大好きで、別に豆腐屋でもいいんですけど、でもなんかしっくりこないという感じがあった。でここでね、これ今回のこの話のテーマなんですけど、感覚を大切にする。自分の感覚を大切にするっていうのがこの小説のテーマです。で、東京に行きました。でもなんか東京は違うなと思って帰ってきちゃう。沖縄の会社に就職する。でもこの仕事はなんか違うな。
なんだろうな、なんだろうなってなる。でそれをこのマジムは考え続けるんですよ。で普通年齢もいってクリアだよ。食っていかなきゃいけないから、とりあえずこの仕事、あるいはもうこれでいいか、この感覚が悪いとは言わないですよ。だって食っていかなくちゃいけないんだもん。その好きな職業に当たるまで私は働けませんなんて、そっちの方が言うたらわがままですよ。これは普通なんです。でも働きながらもずっと考え続けるんですよね。でこれはいずれこれラム酒を作る話ですから、いずれそういうふうにマジムは見出しますよ。でも普通一般的に考えたら、こうやってずっと風が吹いてくるのを待つのって時間がかかるんですよ。これはダメだってなったら。時間がかかることを許される環境と許されない環境があるんですけども、でもやっぱりこのマジムのいわゆるポイントというかな、生き様の自分の中に持ってるものを信じるんだよね。自分の勘というか感覚を。つまり感覚がちゃんと育ってるんです、この人。でどうしてそんな感覚が育ったのかというと、この人の、半生というか、この20代になって、ラム酒作り始めるそこまでの半生とかでの生きっぷりを見てると、美しいもの、尊敬できる人、美味しいものに囲まれて、これを身近に置いてるマジムは。そうするといい感覚が育つ。これは違うな、これはいいなっていうのが育つ。逆に言うと、汚いものを見て尊敬できない人に囲まれて、まずいものとかいわゆる心のこもってないものばっか食ってたら、多分感覚って育たない、おそらく。でやっぱりこれが身の回りにあるというところが、これ感覚を育てるという、ここの一つのポイントになってるんじゃないかというふうに思います。そしてね、その感覚っていうのは柔軟さも育ててて、マジムの壁に当たりますよ。いろんな壁に当たるとガガガガッといかない。一回その壁の前にヒュッと立って考える。その時にマジムは考える場所を持ってるんです。ここに行って考えよう、ここに行って誰かと喋って考えよう、ここに行ってこの風景見ながら考えようっていうのがある。これは本当に大事で、特に東京とか大阪とかの都心で働いててさ、それなりになんかちょっとストレスもありますみたいな人もこれ見てる方でいらっしゃるのかもしれませんけども、そういう人ほどだよ。自分が通常物事を行っている場所とは別の居場所みたいなものを作っておくっていうのがすごい大事だっていうのが、大人になって何年かして生きてくると分かるんですけども、それを手に入れる、あるいは作ることの大切さがこの本を読んでると伝わってきます。マジムの場合は自分の感性でこういうところに自然に寄っていってるんですけれども、生まれつきこういうところに恵まれてない人っていうのはこれが大切だということを知らないので、自分から積極的にこれを探さないとダメです。でそこがこの本のおそらく言いたかったことなんだろうなというテーマです。
達人心に響いた言葉、こちら200ページの5行目なんですけども、この本ね300ページぐらいなんですよ。ですから200ページってまあまあそんな佳境にまだ入ってるところじゃないんですけども、でもなんでそんないわゆる真ん中ちょい過ぎぐらいのところで響くかっていうと、結局マジムの生きっぷりっていうか生き様がもう随所に出てる。でそれがこの言葉なんで、やっぱりこういう感覚の言葉もうね言えないのがね非常に残念。こういう感覚の言葉が言ったり聞いたりするような環境って大事だなっていうふうに思いますね。風のマジム、このタイトルの意味後々出てきますけども、非常に感動的な終わり方しますよ。気持ちのいい小説です。ぜひ読んでみてください。おすすめです。風のマジム、原田マハ、読書の達人でした。